今回作成するのはこちらのカーネーションです。茎や葉っぱも折り紙で作ります。一輪の花を15センチの折り紙2枚で作っています。たくさん作って花束にしても良いと思います。母の日に作ってみてはいかがでしょうか。用意するものは15センチの折り紙2枚、ハサミ、のり、竹串です。花の色の折り紙は両面同色がおすすめですが、裏面が白でも複色の素敵なカーネーションになります。花の色の折り紙は4等分しておきます。緑の折り紙は図のように切っておきます。それでは花から作っていきます。色のある面を表にしたまま三角に折り筋をつけます。90度回転させて三角に折り筋をつけます。裏返して半分に折り筋をつけます。90度回転させて半分に折り筋をつけます。角を中心に合わせて印をつけて角を印に合わせて折ります。残り3箇所も同じように折ります。ついている折り筋で折りたたみます。ひだを左から右に倒します。倒したひだを内側を開いて潰すように折ります。残り3箇所も同じように折ります。広げます。中心を通る線でランダムに折り筋をいくつかつけます。ついている折り筋で適当に折り寄せます。これで花びらのパーツが1つ完成です。これを4個作ります。4個できたら組み立てです。1つの花びらを広げてその中に残りの3個を入れていきます。中心にボンドを入れておきます。残り3個を入れていきます。接着するまで固定しておきます。これで花の完成です。続けて額を作っていきます。色のある面を表にしたまま三角に折り筋をつけます。90度回転させて三角に折り筋をつけます。裏返して半分に折り筋をつけます。90度回転させて半分に折り筋をつけます。ついている折り筋で折りたたみます。
上が開く方です。縁を中央線に合わせて折り合わせます。裏返して同じように折ります。紙を表裏1枚ずつ送ります。角を中央線に合わせて折り合わせます。折りやすいように向きを変えています。裏返して同じように折ります。今折ったところを開いて糊をつけてもう一度折って接着させます。裏返して同じように糊で留めます。内側を広げます。竹串などを使って広げると良いです。先端を少し広げておきます。これで額の完成です。続けて葉っぱを作っていきます。白い面を表にして三角に折り筋をつけます。縁を折り筋に合わせて折り合わせます。もう一度縁を中央線に合わせて折り合わせます。反対も縁を折り筋に合わせて折り合わせます。半分に折ります。先端を反るように指でカールをかけます。両サイドを竹串などを使って内側にカールをかけます。これで葉っぱが1枚完成です。これを2枚作ります。最後に茎を作っていきます。白い面を表にします。竹串を軸にして
斜めに細長く巻き上げていきます。半分ぐらいまで巻いたらスティックのりでのり付けしておきます。残りを巻いていきます。最後の角にのり付けしてしっかりと巻きつけるように留めます。竹串を抜き取ります。先端の斜めになっているところをハサミでカットします。先端に十字の切れ込みを入れます。切れ込みを入れたところを外側に広げます。これで茎の完成です。組み立てていきます。茎の先端を広げた内側にのりをつけます。花の下に接着させます。額の先端を少し切り落とします。軽く広げている内側にのりをつけます。額を茎に差し込みます。額と花を接着させます。葉っぱの内側にのりをつけます。バランスを見て好きなところに葉っぱをつけます。しっかりと接着させます。もう一つの葉っぱも取り付けます。
全体を確認します。花に折り紙の裏面の白が混じっていい感じの仕上がりです。完成です。ラッピングの例です。ご視聴ありがとうございました。